鉄道公安館の歴史第2話、公安館制度を廃止しろということでね、お話をさせていただこうと思います。今回もですね、ちょっと非常に硬い内容になってね、恐縮でございますけれども、最後までね、ご覧いただければ幸いです。今回は以下のタイトルでお話をさせていただきます。公安職員制度を廃止しようとする動きがあったこと。公安職員の制服並びに装備品について、主に個人向けということで。公安職員と警察官の違い、階級制度というところについてですね、お話をさせていただければななんて思っております。不十分にですね、説明になってしまうところもあるかもしれませんけれども、その説はね、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。鉄道公安制度を廃止せよということで、こういう動きがね、実はありました。第2回目ですね、前回最後の方でお話しした公安職員制度を廃止する動きがあったということについてですね、詳細をお話ししたいと思います。この問題は、国鉄線という雑誌なんですけれども、昭和40年3月号、鉄道公安創設20周年を迎えてという座談会においてですね、その辺の話が出ていました。どういうことかと言いますと、引用してみたいと思うんですけれども、橋本という方がですね、国会関係で廃止法案が出されたのは昭和34年のことで、この頃はいわゆる安全保障条約の改正という問題があったり、国内的には反対運動が非常に盛んで、国鉄でも列車を止めるとか、あるいは乗務員を拉致するというような不法行為があるという、そういう背景を持って社会党は提案したわけです。しかし、この問題は自民党の反対や国会の都合もありまして、審議に入らずにそのまま過ぎてしまい、廃案ということになったわけです。というね、ことでお話をしています。当時ですね、やっぱり安保条約とかね、ありましたよね、1960年の。その頃に、やっぱり当時の組合っていうのはですね、結構政治ストに入っていっとったんですね。で、そういう中で、当局も結構その頃は、その昭和50年頃のね、その弱腰な当局じゃなくって、結構強気でね、組合でも対峙していました。そういう意味でですね、公安官のね、はすごく活躍するわけなんですね。乗務員の確保とかそういうのに動きます。で、それに対してですね、国労とか、もしくは道路はですね、反発するわけですよ。で、もういっそのことね、公安官制度やめてしまえよみたいなね、そういうことが出てきます。で、これ30年で書いてますけども、じゃあ39年にもですね、参議院で改めて議員立法で出されてます。で、これが最後みたいですね。で、その時に、結局それも廃案になってしまっているんですけども、結局は国家公務員じゃなくて、ごめんなさい、公安官ね、鉄道公安官という職務自体をね、廃止しろよというね、そういう声があったということです。この関係ですね、条文を探していますと、第46回参議院第9号の議案として、鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法律案という形で、昭和39年の3月の5日、ね、参議院中村淳道議員という方から提出されています。これがどうも最後の提出の機会だったようです。で、中村淳道議員というのは昭和期の労働運動家で政治家だったと。参議院議員と書かれており、元国鉄職員で、労働運動に参画、日本社会党の議員だったことが分かりますということで、もう少し補足させていただきますと、どうも国労、道路だったか分かりませんけども、要は運転職はね、議官から運転士、機関士になって、そこから国会議員にね、転身したようです。で、この上記の段階の発言では昭和30年で出てくるんですけども、自民党の反対を告げたとなっていますが、昭和34年10月の10日の参議院の運輸委員会でもですね、中村氏が公安職員がね、運転に関しては素人でありながらね、操作しているのはおかしいといったね、趣旨の発言をしていますので、そうした背景もですね、考慮する必要があるのかなと思いますということで書いてるんですが、ここに書いてますようにですね、何度もおそらくね、廃止させろということで、法案をね、提出したんじゃないかなというふうに思われます。ここが書いてますように、おそらく昭和34年頃から何度も渡ってね、この法案をね、出そうとしたんじゃないかなというふうに考えております。詳細もう少しね、まだ分かりましたら、改めてね、詳しくアップさせていただこうと思っています。ここでですね、今ちょっと別の動画でもアップします、石田礼介氏ね。
この方が石田デス氏が監査委員長やった頃に、やっぱり公安制度やめてしまえっていうことでね、国会議員の方から、要は先ほどのね、議員さんだと思うんですけども、この方からですね、それにお叱りを受けたみたいなね、ことがあって、それに対して答弁したよっていうことがありましたので、それをですね、今からちょっと見ていただこうと思います。これは昭和37年7月号の石田監査委員長を囲んで、現場管理の諸問題というね、これ座談会のお話になります。石田総理です。後総裁ですけども、石田。去年の4月に国会へ呼ばれて、鉄道の公安職員というのは労働運動の邪魔ばかりしているが、何の必要があってああいうものを置くのか。年に13、4億円の金を使っているが、あんなものはやめてしまえと、社会党の議員が言われたんです。それで私は、国鉄が公安を持たなければならないというのはおかしい話で、理想から言えばこれはない方がいい。しかし、国鉄の現状を見通し、労働争議が法の許す範囲において行われていれば問題ないけれど、法を破るものだから、輸送の正常を保つためにやむを得ず、公安の力を借りるのだ。ね、こういうふうに言ってます。こういうぐらいですね、組合がね、不法行為をするのでね、公安制度がいるんだとはっきり明言してるんですね。これさっきも申し上げた通りですね、乗務員の拉致とかね、そういうのを公然と行われてたわけですね、当時ね。駅っていうか、機関区に乗務員が機関車を戻しに行きます。そうすると、組合員がですね、飛び乗ってですね、その置いてくる乗務員を、そのまま囲ってしまうんですね。で、詰め所行かせない。詰め所行かしちゃうと、今度、また次の業務とかね、そういうの会社の転校が始まりますから、それさせないために、そのまま自分たちの詰め所に連れ込んでしまうわけですよ。でね、ある意味ひどい話ですよね。乗務員は勤務するためにやって、それもしくは逆もありますよね。勤務に行こうと思って行かさないみたいなね。そういうようなことをしている。で、そういう列車を止めるんだっていうね、ことを平気でしたわけですね。それはちょっと後でね、もう一つしていくと思います。以下ちょっと続くんですけども、それにですね、国鉄の車内治安の状況を見るがいいと。ね、ことに、夜行列車などは、公安職員を配置しておいても犯罪が起こる。もし配置しなかったら、百鬼夜行ということになりかねない。国鉄としては、どんな困難があっても、車内の安全を保たなければならないし、これを警察に頼んで、もうダメだから公安職員に置いてるんだと。13、4億の金が何とか言うけれど、そんなものは何でもない。最近における不正乗車の慣行が異例で、近頃は若い者の一部に不正乗車のスリルを楽しんでいる風潮さえ見える。もしもそれを見逃していたら、不正行為が天下を横行して収拾がつかず、国民道徳の低下の問題になってくる。これをやめるために、もうぜひ公安の設置が必要である。不正乗車の防止をすると同時に、それによって収入も上がり、国民道徳の低下も防ぐ。そのために13億ぐらいの経費は何でもない。むしろ、この際、公安を強化しなければならないと言ったんです。ね。監査委員長の名答弁だと触れられましたということでね、書いてるんですけども、それね、公安のご健命を祈りますよと、最後こう閉じてます。ここにです書いてますようにですね、石田玲介氏はですね、もともとは三井物産のね、社長を務められた方ですけども、そごうさんのね、声かけで、監査委員が引き継いでね、その後、総裁にまで上り詰めるわけですけども、非常にですね、やっぱり国鉄というものをね、非常によく理解しようとしていたというかね、よく理解されていたなっていうふうに感じます。結局公安の制度があることでね、国鉄の治安が守られる、ね、それによっては国民生活のね、そういう道徳も上がるんだっていうね、ことをね、言われてる。そういう意味ではですね、やっぱり国鉄をね、民営化したのは本当どうだったろうみたいなね、いうでありますよね。結局は社内暴力なんだっていうのもね、やっぱりそういうこと一つだと思うんですよね。民度が低いからとかそんなんじゃなくって、国民全体のね、そういう意識っていうのはね、下がってるんかなっていうような気がします。ちょっと公安官の話が外れちゃうんでね、これ以上はやめておきます。次にですね、公安職員が出動した労働争議の事例ということで、一つね、白新線開業要因闘争っていうのをね、ちょっとアップしたいと思います。他にもですね、実はね、この当時の、労働争議の事例でですね、公安が出動したっていうのをね、結構実はある資料を見つけたんですけども、ちょっと国会図書館の方に行かないと、ちょっと手に入らないので、ちょっとそういう今、手元にはないのでね、今回私の方で手元にあった資料ということで、白新線開業要因闘争の
関係で公安職員が出動したね、事例ということでちょっとお話をさせていただこうと思います。実際に労働争議に対して公安職員が動員された例としてアップします。この白新線開業に伴う処分がその後、新潟闘争を起こす伏線となるのですが、公安の話とは関係ないので割愛します。長くなりますが、資料性があることから伝聞掲載とさせていただきますということで、こちらですね。白新線の要因をめぐる闘争。新潟管内の白新線は4月15日を期して開通する見通しで、諸市の計画が進められたが、国労新潟地方は同労組が行ってきた要因闘争の一環として、新線開業に伴う要因獲得闘争を実施したと。当初当局側は57名の要員を骨子とする案を持って挑んだが、組合はこれに反対し、上沼ったり新潟駅を中心とする順法闘争体制を整備するとともに、10日付で新潟地方公共企業体調停委員会に調停申請を行った。調停委員会は13日に両者の良識によって円満解決を図るよう調停案を提示したが、当局の最終提案68名に対し、組合側は106名を提案して交渉の難航したと。一方、組合側は闘争体制をさらに強化したので、12日以降、連日各列車が遅延したというふうに書かれております。当局は新線開業を予定通り15日に実施するとともに、組合側に対しては闘争の中止方を再度申し入れた。しかし、闘争は依然、続行されたので、16日には第一次処分を発表し、17日には第二次処分を発表するとともに、公安職員を動員して、組合役員等を校内から排除した。さらに、18、19日と連続処分を追加したため、情勢はかなり変化し、23日には当局で一応線を出していた71名に3名を追加して、ようやく妥結することになった。この闘争で処分を受けた者は、減給並びに戒告を合わせて70名に及んだということで、交通年間のね、という資料の昭和30年から引用させていただきました。で、実はですね、余談なんですけども、この時のですね、結構新潟鉄道管理局長というのはですね、こういう人事に関して厳しい方でしてね、結局妥協しない、ね、そういうところいろんなところがあったようです。それがですね、結果的に新潟闘争を引き起こしね、で新潟闘争から今度鉄道とね、後の鉄道ですね、の分裂を引き起こしということで、国労にとってもですね、結果的にはですね、あまり良いことはなかったと思うんですけれども、それがですね、強烈な闘争のね、その最初のスタート、そこに公安が入りましたよということのね、お話をさせていただきました。